ヒッチハイクを行いたいと思います。どうなることやら、先が思いやられるよ。で、今後の旅の予定なんですけれど、もしかしたら、ようやく1台目の車に乗せていただきました。もう感謝でしかないですね。いやー、助かりました。ありがとうございます。で、こちらはですね、A コープという名の、小さな規模の、ちょっとした、コンビニみたいな感じのお店で今、ちょっと休憩しています。で、今後の旅の予定なんですけれど、もしかしたら、釧路を断念せざるを得なくなるかもしれないですね。なぜかっていうと、思った以上に、その、釧路方面に向かう車が少なすぎることなんですよ。もうちょっと粘ってみて、それでもし釧路へ行くのがあまりにも難しいと思うようであれば、もうその際はもう帯広経由で、富良野と旭川へ向かって、そこから、稚内へ行こうかなというふうに思いますね。で、稚内へ着けば、その後、なんていうんだっけ、利尻島か。利尻島のフェリーも出てますんで、その時に、利尻には、僕の知り合いがそこに住んでるんで、一応今回の旅の目的としては、知り合いがいるっていうこともあって、その利尻島に行きたいなっていう気持ちはあったんですよ。いやー、これほどその難易度が高いとは思わなかったですね。結構きついです。もしかしたら、日本、北海道一周っていうよりかは、もう一部省略して、上の方へ向かうような、そういう展開になるかもしれないです。別に何が何でもそこに行かないといけないっていう理由もないし、その都度方向転換して、で、その時の流れに合わせて、道を変えていくのがちょうどいいかなというふうに思いますね。現在、北海道は、帯広市に着きました。この帯広市から、釧路方面へ向かって、ヒッチハイクを行いたいと思います。一応、後ろのホワイトボードに、これ、書いてあるんで、で、釧路方面に向かう、その車をどうやって見つけようか、今ちょっと考えているところなんですけど、なんか東の方に行けば行くほど、ちょっと難易度が高いっていうか、結構きついなっていう風に感じましたね。とりあえず1、2時間ぐらい、粘ってみて、もしそれで全然見つからないようであれば、もう諦めて、もう富良野と旭川を目指して、そこから、稚内と利尻へ向かおうかなと思います。そんなことを思いながら、ちょっと今後どうやって、北海道を回っていこうかなって考えてはいたんですけど、先ほど出会った方もですね、長野出身のお兄さんだったんだけれど、いろいろとね、人生に関するのが面白い話が聞けて、そういう人生、そういう生き方もあるんだとか、本当なんか、もうみんな千差万別、その違いがあってすごい楽しいなって、いう風に感じました。てか、暑いんで今こうやってタオル巻いてるんですけど、帽子被るか、タオル巻いて過ごすとか、もうそうしないとちょっと、さすがにきついですね。もう一度話しますが、1時間か2時間ぐらい粘ってみて、で、ダメそうだったらもう方向を変えます。もう富良野とか、旭川の方面へ目指したいと思います。その場合はね。もう、ダメな場合はもう、諦めて方向を変えます。無理しないことが一番大事なんでね。誰のためでもない。自分のためなんで。帯広神社に着きました。ちょっとここで休憩したいと思います。ここで休憩したいと思います。今からここでですね、ヒッチハイクを行いたいと思います。
なんか、釧路へ行ったとしても、そこから北見や紋別を経由して、稚内へ向かうのは、ちょっと絶望的に難しいだろうなっていう気がしてきたんですよ。そんな気がしてきて、ちょっとこれ以上は、もう先へ進めそうにないなっていう感じがしてきた。ごめんなさい。僕、道東へは行けそうにないです。なので、今からね、もう急遽方向を変えて、富良野と、あともう一つ、旭川を目指して、そっから先、稚内へ行きたいと思います。いや、もっとなんか、能動的に行動範囲広くやれるようにした方が、すごいいろんな面で、なんか成長につながるんじゃないかなって思ったんですよ。日本もそういうのを設けた方がいいんじゃないかなと思って。ないもんね。ずーっとこうなんかもうベルトコンベヤーみたいに。止まることがないもんね。確かに。止まるときはやめるときかみたいな。ああ、外の世界に目を向けるっていうような期間、そういうのは設けた方がいいんじゃないかと思うんですよ。外から見た日本の姿がどう映るかとか。いや、なんだかんだ日本はやっぱ安全な国ですよ。本当にご飯もめっちゃうまいですし。まあ間違いないです。日本のいいところあるし、他の国のいいところもある。そこを知ることができただけでも、やっぱ、なんだかんだで生きててよかったなって思いますね。もともと自分すごいインドアだったんで、昔、10代、20代とか。いや、もう、なんなら人を信用するのって、こんなに難しいことなんだっていうぐらい、もう本当にすさんでたっていうか、もう暗黒時代でした。ずっと、もう、なんだろう、家で、引きこもりとは言わないけど、そういう時期ありました。中学3年とか特にひどかったですね。もうなんかもう、机とか学校の設備とかも見るだけ鳥肌立つっていうか、なんかもうストレスがひどすぎて、体中の皮膚とかもうめっちゃ荒れてました。いや、やばかったですね、あの時はもう。それは何いじめとかがあって、はい。行けなくなったみたいな。それもありますね。もちろんそれが結構大きかったですね。あとはまあ、その当時、友人だと思ってた人に裏切られたりとか、そういうのもあって、もう裏ではそういう風に見られたんだろうなっていうような、単純にその競争についてこれなかったんです。勉強が苦手すぎて。わかりますね。結構きつかったです。もう数学とかが全くダメで。わかんないよね。一部なんかできたとしても、それ以外のはダメだと、そこだけ全否定されるんですよ。だから当時の担任の先生とめっちゃ嫌われてましたね。もうなんか、全員平均点がもちろんそれ以上横並びじゃないといけないっていう風潮がやっぱ、日本の教育、そこが結構根深いですからね。南富良野の近くにある、こちら、金山湖畔キャンプ場というところに来ています。まあ、いろいろあって、釧路へ行くのをやめたわけなんですけれども、富良野と旭川を経由して、明日以降は、稚内と利尻へ、行く予定です。今こんな感じで、テントを張って、で、このキャンプ場へ着くその前に、いくつかこれ惣菜を買ったんですけど、なんとですね、惣菜の他に、まあちょっとした食べ物を、今日出会った人に、もらいまして、ほんまにいい人たちでしたね。帯広から釧路へ行くのを断念して、急遽、富良野方面に行くことになったわけなんですけれど、その時に出会った人たちがですね、ほんまに優しい人たちで、あれめっちゃ最高でした。で、このトウモロコシもいただきまして、最高です。ちょっと風が少し冷たくなってきたな。今こんな感じでビールをいただいてます。はい、というわけで、現場からは以上です。ご視聴ありがとうございました。次回お会いしましょう。さよなら。